そうじゃないなと今もう確信してて。あ、そうだ。多分自分たちではどのキャラが強いっていうことをやっぱり把握できてない。スト5とか相当だったよ。まあ、一生弱いキャラいたし、まあそうだね。強いと思うんだったら、表舞台に出てきて、プレイしてくれ。いやもう指名します。ポキドでやってください。こんにちは。今さんこんにちは。最近になって格ゲーの配信を見始めたものです。しかも政治というワードをよく目にします。強すぎるキャラを叩いてバランス調整の際に弱体化を狙うのでしょうが、実際に効果あるのでしょうか。本当にキャラが強すぎた場合は、何も言わなくても運営が対応するのかなって思ってます。梅原さんの考えを聞かせてください。よろしくお願いします。確かに、今この人が言うように、本当にキャラが強すぎた場合は何も言わなくても運営が対応するのかなっていう、これは、それが理想よ。それはそうさ。そうだね。そうだね。だけど、やっぱり、その歴史、調整っていうものが始まってから、多分スト4、第スト4ぐらいからかな、俺が。その続編が出て、要は、昔のゲームって出しっぱなしじゃん。出しっぱなしね。スト2も、スト3も、03も、カップレースも全部出たら、はい、このゲームで遊んでください。で、スト4から、なんかその続編ってなって、それ、調整文化ってそこから始まったわけ。格ゲーっていうか、少なくともストリートファイター系は、そう。そうだね。そう。ギルティとかはもうちょい早めから、続編で。出版ですか？要するに新作っていうか、その別バージョンになる感じですよね。調整っていうよりは。スーパースト4とかさ、そう。あ、でもスーパースト4、でも、いや、一緒。同じシリーズじゃん。ルール一緒で、キャラが増えて、キャラの調整が。ああ、そうか、だから一緒か。ああ、そうか。だって、その1個持ってるだけで、ちょっと課金すれば遊べるわけだから、やっぱそれは、続編ではなくて、確かに。アップデートなんだよ。確かに。だから、かれこれ多分あれは2008年に出てるから、で、スパ4に変わったのが2010年かな。あ、じゃあそこ長かったんだね。2年ぐらい多分、1年半ぐらい続いてて。じゃあずっとファカットが強いバージョン、ファカット5が強いバージョンが続いてて。1年以上続いたと思うよ。あ、そうか。スパ4はまあまあ長かった気がする。そこから多分1年おきとかかな。でも2012がちょっと長かったかな。だっけ？なかったのか。2012バージョンはね、ちょっと長かった。ユニャン？いや、それは2011。それ AE でしょ。2011が AE で、2012が、そんなの？ごめん。そう、AE。AE なのよ。スト4、スパ4、AE、で、AE2012 っていうの。そんなのあったっけ？ユンヤン弱体化したバージョンね。そうだったっけ？むしろそれ結構長かったから。あ、そうだっけ？ 13年は丸々それでやってるから。12ってさ、14で確かウルフォーに変わんだよ。12って新キャラ出た？ロレントとか来た？いや、それはウルフォー。12はね、どうだったかな？覚えてねえな。出たような、出てないような。どうだっけ？ 12 ってイメージないな。そうなんだ。わかんないけど、とにかくそうなのよ。なるほど。はい。だから、朝鮮の歴史自体が、そもそも、今年で合わせると13年、12年、13年。いないって。で、12年、13年ぐらいの。で、そのスト4、スト5っていうものを、触れてきた人たちが今のプロなんだ。はい。そうじゃない人たちもいるけどね。はい。で、その経験から言うと、これ、強すぎじゃねとか、このキャラおかしくねみたいなのが、毎回ちゃんと綺麗に変わってたかっていうと、変わってないね。変わってないんですよ。それはそうだね。さすがに変わるよねって思ってたら、変わんなかった。そうだね。だから、俺はね、スト6っていうゲームに関して言うと、結構そこは、もう、めちゃめちゃ作り込んでるし、開発もその辺の理解がすごい進んでて、あんま言わなくてもいいのかなって思ったの。思ったのってか思ってたんだけど、そうじゃないなと今もう確信してて。あ、そうだ。もう、多分自分たちではどのキャラが強いっていうことをやっぱり把握できてない。メーカーだけでは把握できてなくて、で、やっぱり影響力のある人が意見を言った方が、まともというかバランスとか、納得いくいかないっていう意味で言うと、まともなゲームになりやすいと。そうね。全くその影響力のある人たちが何にも言わないで、みんな口にチャックだったら、これやばい方向に行っちゃうなって。いや、俺は、しかもね、それ良くないと思うよ。メーカーさんにとっても良くないと思う。やっぱり一般のさ、
ユーザーさんたちも遊ぶからさ、うん。まあ、より遊びやすいゲームだった方がいいわけじそゃない。うん。だから、協力してるわけじゃん、言うならさ。みいやんなでいい方向にしようっていうふうに協力しう。てるわけだから。そう。で、政治って言うけど、まあ、ちなみに、思ってることをちゃんと言わないのは、うん俺は逆にそっちが政治まであると思うっていうか、要は、そうだね。目つけられるんですよ。そうだね。まさにそうだね。ゲームに関して物申すと目つけられて、良くないことは結構あるんです、実際。そうだね。実際これはね。うんでも、まあ、これで食っていくしかないから言うんだよ。何度も言ってることだけど。そう。だからまあ、政治っていうのは、強いキャラ作ってんのに、いや、このキャラ弱えよって言ったりとか、それは政治だと思う。政治っていうか。はいはい。そうだね。そう。要するに、本質とは違うことを自分の都合にを優先して言うことだね。そう。それは良くないと思うけど、そうじゃなくて、いや、このキャラのこれ強すぎるよねとか、逆にこのキャラのこれもっとこうしてあげないと、このキャラ使ってる人たち不憫だよねっていうことを言うのは政治じゃないです。はい。本当に。そう。だから俺は必要だなっていう感じ。ただまあ言い方あるよ。例えばまあちょっと引き合いに出して申し訳ないけど、ボンが一時ね、怒り狂って、いやもう、ベイビーっつって、ベイビーっつってやったよ、こうやってベイビー。やったね。やったね。ナッシュ、そのおかげで永久に弱かった。あいつ、ナッシュ使いで謝った方がいいと思う。そう。お前のせいでナッシュ言ってたのがよかったの。そうなんだよ。やってたから。やってたね。まあ、そういう煽りを受けるっていうこともあるんですよ。もう煽り確定でいいんですね。あれは煽り確定。いや、わからんけど、いや、例えばね、まあ、その挑戦ってことで言うと、まあ、やっぱスト5とか、相当だったよ。まあ、一生弱いキャラいたし。まあ、そうだね。で、俺はね、あともっと言うと、まあ、いい機会だから、ついでに言うと、例えば、じゃあ、このキャラ強いですって、まあ、じゃあ、いや、これ、ユーザーが気づいてない。このキャラ強いですって言うんだったら、頼む見してくれ手本を見してくれ。なるほどね。したら俺たち納得いく。俺らが浅かった。俺らが下手だった。納得いく。強いと思うんだったら、表舞台に出てきて、プレイしてくれ。組手やってくれっていうね。そしたら納得するから、俺たちが足りてなかった。百聞は一見にしかずですから。それもね、プロとやって。まあそうだね。ちゃんと実力が証明されてる人じゃないと。人とやるんじゃなくて、ちゃんと強い人。そうだね。いや、もう指名します。時々やってください。時々多忙になるな時々やってください。その上で、時々を蹂躙したら、いや、もう俺はね、靴を舐めますよ。そうだね。本当に。それぐらいの衝撃だよね。そう。なんで、まあ、まあ、もちろんね、バランスだとは思うんだけど、やっぱりそこはね、言っていかないといつまでもその理不尽な。で、やっぱ人によってはそれでやめちゃったりもするし、本当にね。はい。はい。6で一番しょうもないと思うのは何ですか？教えてください。です。何ひどいね。いや、これでもうわかるからみんな。お前ずるっおい、教えてくれよ。意地悪しないでくれよ。どうせわかんないから。わかんないよ。わかんないから。視聴者の子でもわかんない方いるかもしれないじゃない。いやストリーム後のイベントを見てしてる。なんだこいつやべえ。村さんの剣の弟子。剣の弟子ね。まあ、機会があれば。皆さん教えて、皆さん。アムネジ。聞いたことあるわ。どうか健康でいてください。本当お願いします。はい。